疲れ顔が一気に透明感が出たりするので、いつもクラシカルだとブラウンメイクが多いんですけど、赤やピンクを足して。こんにちは、南方ゆいです。普段はロリータモデルとして活動しております。ということで、今回はクラシカルロリータに合うクラシカルメイクを紹介していきたいと思います。ぜひ皆さん見てください。それではどうぞ。今回のカラコンはヴィーナスアイズさんのメガヌーディーグレーを着用しました。最近はこのメガヌーディーグレーをよくつけていて、つけ心地もいいし、発色もグレーすぎないので何にでも合わせやすいので、このカラコンを今回も使いました。次にメナードのエンベリエメイクアップベースしっとり A を塗っていきました。私すごい乾燥敏感肌なんですけど、保湿をするためにもこのしっとりしたもののベースを塗っていきました。ここに多めにのせると保湿がされるので、頬に多めにのせていきました。お次にナーズのラディ&クリーミーコンシーラーを使っていきました。ナーズで初めてコンシーラーを買ったんですけど、すごいカバー力も伸びもいいので、結構多めに主にクマ消しとして使うんですけど、ハイライトとしてもお花にのせたりとかして、クマから下に三角形に広げていくようにのせていきました。お次に RMK ジェルクリーミーファンデーションを塗っていきました。これはずっと使っているもので、肌を明るく見せてくれますし、伸びもいいしで使っています。で、さっきコンシーラーを結構多めに広げていったので、こちらのファンデーションは少なめにのせていきました。お次はコスメデコルテのフェイスパウダーを塗っていきました。これはですね、細かいラメがいっぱい入ってて、結構ふわっと仕上げてくれるんですよ。で、買ってから結構ずっと眠らせてたんですけど、最近使い出してやっぱりいいなと思って、このコスメデコルテのパウダーを顔全体に塗ってきました。お次はセザンヌのミックスカラーチークシェーディングを塗っていきました。これは4色くるくる全部混ぜて顔の横に塗っていったんですけど、私結構顎が丸いので、三角形にしたいなという意味で、こう三角形になるようにここに沿ってちょっとこのシェーディングを塗っていきました。お次はメイベリンのファッションブローを使っていきました。これはペンシルタイプなんですけど、仕上がりがパウダーっぽくつくっていうもので気になって買ってみたんですけど、本当にパウダーっぽい結構自然な仕上がりになるし、落ちづらい、パウダーっぽいのに落ちづらいから、これを最近使っております。で、結構いつも私は平行目の眉が好きなので、平行目に引いてて、目頭じゃなくて眉頭から眉山から下げていきました。次にキスミヘビーローテーションのアイブロウマスカラを塗っていきました。これもずっと使っているんですけど、明るい眉がやっぱり私は好きなので、結構明るめの色をチョイスして眉毛にまんべんなく塗っていきました。はい、次はキャンメイクのシークレットカラーアイズを使っていきました。この一番こっちが端っこの濃い茶色い色をノーズシャドウとして塗っていきました。ノーズシャドウの塗り方はですね、ここからここら辺までを目安に、この下の方まで入れちゃうと透明感がなくなるというか、鼻が汚く見えたりもするので、この途中で終わらせるのがポイントです。そして
結構薄めにした方が自然な影っぽいので、私は薄めに入れていきました。お次にアディクションのクライベイビーのオイルを使っていきました。アイホール全体に塗っていったんですけど、これは結構綺麗なラメで、私ラメが結構ギラギラ系が好きなんですけど、ギラギラ系のラメでクラシカルロリータってことだったので、ただブラウンをいっぱい使うだけじゃつまらないなと思って、ちょっとピンクみがかったこちらのオイルをアイホール全体に塗っていきました。お次はキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズのアイシャドウを使っていきました。まずはじめにこの真ん中の白いラメを目頭に塗っていきました。私はアイラインとかで目頭切開するのがちょっと苦手で、よれやすかったりする目の形なので、目頭をこう大きく見せるためにこの明るめのハイライトみたいな意味でもこの白っぽい色を目頭に塗っていきました。お次はこのピンクの色と赤色を混ぜて、目尻くの字上と下の3分の1ぐらいを目安に両方のせてきました。ロリータ、クラシカルロリータということで、私が連想するのはちょっと垂れ目なイメージもあるので、下にも濃いめの色をのせて、上も3分の1外側にすることで垂れ目効果だったりデカ目効果だったりするものがあるので、こちらに色をのせていきました。そして最後にこの一番明るい色、この4色の中で一番明るい色を涙袋にのせていきました。涙袋がぷっくりして見えるので、こちらの色をのせました。はい、デカめにもなるので涙袋にのせていきます。お次はアディクションのシガレットのオイルを使っていきました。これはアイシャドウなんですけど、ハイライトとして使っていきました。いつもお花はあんまり、これ結構ラメが多いのでお花は避けて、目頭と鼻の間に入れたのと、あとこの目の下のところくの字、外側くの字でハイライトとして入れてきました。これラメも強いので立体感がより出るので、こちらを使用していきました。お次はシュウ上村のハイライトとして使っていきました。こちらのお色ラベンダーなので結構透明感が出るものなので、ハイライトとしてもそうですし、今回はお花に使ったんですけど、夕方のメイク直しの時とかここら辺に入れたりすると疲れ顔が一気に透明感が出たりするので、最近こちらのお色を愛用しております。次はシュウ上村のクッションタイプのチークを塗っていきました。クッションタイプなので結構ツヤ感があるようにのせられるので、私はこれが好きで最近使っています。塗り方なんですけど、クッションタイプだとこうベチャってつきやすいので、最初少量を取って一番高い部分にのせて、そこから徐々に広げていくと内側から血色が湧くようなイメージの感じになるので、一番高いところに塗ってから広げていくようにのせていきました。お次は K パレットのリアルラスティングアイライナーでアイラインを引いていきました。私は結構二重幅が狭いのもあるので、目頭とかは引かずに目尻だけを引いていきました。引き方はですね、結構下目に横目に伸ばす感じで引いていったんですけど、ロリータなのでお洋服に負けないように目を大きく見せたいっていうのもあるので、長めにで切れ長に見えるように下に横に伸ばしていく感じで引いていきました。お次はマスカラです。モテマスカラを塗っていきました。
これはボリュームタイプのもので、私ロングよりもボリューム派で、なおかつお湯でオフできるものが好きなので、こちらがそれで塗っていきました。結構まんべんなくギザギザしながら塗っていくと塗りやすいのと、下まつげはこう立てて塗ったりすると結構この黒いのがつきやすいので、そうやって塗っていきました。今回つけまつげをつけなかったんですけど、最近日本でも世界的にもロリータちゃんでつけまつげをつけるのも少なくなってきてるのもありますし、クラシカルロリータだと雨ロリとかよりも結構薄メイクにもあったりするので、今回はつけまつげなしでいきました。最後にディオールのリップを塗っていきました。これはオイルティントリップなんですけど、最初にディオールの店舗で塗ってもらった時はあんまり良さが分かんなかったんですけど、時間が経っていくと色も変化しますし、オイルティントなので荒れるかなって思ったんですけど、オイルが配合されてるので荒れないという、私荒れやすいのに荒れないというびっくりして、こちら気に入って使っています。それでクラシカルロリータにも合うかなと思ってこちらの色を塗っていきました。今回のヘアアレンジはクラシカルということだったので、結構普段もこの髪型クラシカルロリータの時にやるんですけど、結構お手軽で三つ編みしてから上に持ってってピンで留めるだけっていう簡単なんですけど、ポイントはここの耳周りというか、ここを埋めるとよりロリータらしくなるというか、ここに毛が欲しいんですよ。なのでここら辺の三つ編みを結構大きめにほぐして、ここにボリュームが出るように上に持っていくという風にやると、結構お洋服に合う髪型になるので、皆さんもやってみてください。いかがでしたか？クラシカルロリータメイクということで、全体的にクラシカルな雰囲気になるように作っていったんですけど、ポイントは、いつもクラシカルだとブラウンメイクが多いんですけど、赤やピンクを足していったことと、チークは薄めでリップ濃いめということで秋っぽさも出たかなと思います。そしてクラシカルロリータといえばイノセントワールドさんのイメージもあったので、今回はイノセントワールドさんのお洋服を着させてもらいました。そして他の動画もたくさん上がってるのでぜひ見てください。そしてチャンネル登録もしてくれるとさらに嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。